お久しぶりです。西川です。今日は広島県の滝川養鯉場さんにお邪魔して、昭和3色の一次選別の様子を15分でお伝えいたします。選別と解説は西川がやりますので、そして今回はカメラの撮り方をちょっと工夫して、詳しく、そしてコンパクトにまとめた動画なので、ぜひ最後まで見てください。早速行きましょう。どうぞ。それでは昭和3色の一次選別を早速始めていきます。やっと終わりましたので、これから取ったものを解説していきたいと思います。はい、じゃあこれから一次選別で取って二次選別に残す稚魚20本の解説をさらっとしていこうと思います。1番目、最初の稚魚これですね。白地がはっきり確認できますね。墨が3段4段の模様を作っとるように思うんで、その墨模様に覆いかぶさるように厚い火板が出ています。火模様がね、鼻先までこうついとるけんね、頭にも気を切れ込むような模様があるけんええんじゃないんですかね。もっともこの一選別の段階でね、こんな模様を評価しても意味ないんだけどね。はい、次2番目の鯉です。この稚魚はね、紅が少ないんであんまりいい模様には見えるんですけど、背びれの始まりのあたりがね、こう薄黄色になっとって、次の選別二次選別までに紅質が厚くなる可能性もありますね。次3番目、この稚魚はね、口先のあたりが白地が見える、口が切れとるっていうんですけどね、そういう鯉ですね。1段目の火模様がちょっと長くて、オドメのワンポイントの火模様もありますね。2段模様なんですけど、横腹の白地が目立つんで、巻きが浅いすっきりした鯉になるかもしれんですね。4番目、白地と墨で模様ができとりますね。それで厚みは少ないけど火模様もはっきりと出とりますね。右から見たら2段模様、左から見たら3段模様になっとる鯉ですね。次のグループは火模様が赤色に近くなっとって、墨も表面に出て、比較的選別しやすい、これは鯉じゃのいうふうな分かりやすい稚魚です。5番目、口元の白地と頭の墨がしっかり分かるんで、当然一次選別では取っておく稚魚ですね。でも頭から背びれの前にある2段目の赤い部分にちょっと光沢があるんで、こういったタイプの赤色はもう体表から消えとって、地肌自体が赤いもんが多いんですよね。二次選別では模様足らずで捨てるかもしれんですね。墨の配置とか出方によってはユニークな模様の鯉として残すかもしれません。6番目、この稚魚の模様はどれもはっきり表面に出ております。市松柄の墨模様が綺麗な方ですね。後半の火模様がね少し細かいですけど、墨模様中心の昭和らしい鯉といえば鯉でね、順調に育って注目しときたい一本ですね。7番目、2段模様で後半に模様が少ないですね。模様が残っても出荷というか廉価品というか、そういう格好で売られるかもしれん類の鯉ですね。
次のグループは単調昭和になりそうな声を集めてみました。8番、真っ白な体に頭の紅が赤く目立つ稚魚ですね。単の形はね丸くはないですが、体長もまだ小さいけん今後の変化を期待して取っとく稚魚ですね。9番目、目筋のラインから肩にかけて円形に近い単調模様になってます。右のエラ蓋にもね非番があるんで、でも現時点では気にせずに残しときます。10番目、まだ茶色っぽいままの非番ですね。おそらく表面に出とる非模様なんで、二次選別の時には赤色が強くなると予想して取りました。でも現時点でねやっぱりはっきり判別できんのでね、とりあえず取っておく部類の単調候補です。11番目、鼻先まで模様がついとるよね。あんまり綺麗な単調模様じゃないですね。紅の厚みもあって墨も強い、成長に伴えばどんな声になるか様子見したい一本ですね。12番目、これは面かぶりの稚魚ですね。エラにまでねやっぱりひ模様があるんで、次の選別じゃもしかしたらしてるかもしれんよね。廉価品の恋によく混ざっとるビギナー向けの販売になるかもしれませんね。次のグループは紅質がちょっと中途半端で初心者の人には分かりにくい、取りすぎたり取らんか、取りすぎるかな、ちょっと分かりにくい稚魚ですね。13番、ひ模様が出とるんか消えかかっとんか判別しにくい稚魚です。これ滝川養鯉場さんの一次選別では一応取っとって使わさいいうふうに言われる部類の稚魚ですよ。14番目、前半のひ模様ははっきり出とるんですけど後半は消えるかもしれんねこりゃ。15番目、頭から肩にかけてのひ模様はしっかり確認できる稚魚ですね。中盤以降の模様がレンガ色なんでおそらく時間が経てばひ模様になると思います。でも後半に水模様も少ないけあんまりええ模様とは言えんよね。16番目、この稚魚も頭のひ模様はしっかりありますが体全体のひ模様はもうねすでに消えかかっとるようにわしゃ思います。仮に模様が残ってもね一本日の昭和、いわゆる赤昭和になってしまうんで、これもねビギナー向けの廉価品の部類になると思います。17番目、この稚魚は黒いの、体全体を墨が覆っとって体後半に墨じゃないひ模様があるんかどうかもちょっとわからんですね。墨が沈んで白地が出てくりゃ二次選別で残るかもしれんいう分ですね。18番目、この稚魚はね選別作業の勢いで取ってしもうたいう分でね、こうやってねしっかり見たらね取らん模様じゃね、後半の点みたいな非番と墨で模様になりゃいいんじゃけど、せっかく取ったんじゃけん二次選別で判断してもらえばいいわいね。19番目、面かぶりの三段模様の鯉ね。これがもし紅白とか三家だったら取らん模様じゃね昭和らしい墨の変化とか配置とかね独特の
模様の印象が変わればね、次の段階でも残るかもしれませんけど、とりあえず現時点では取っときました。最後20番、3段か4段模様に見えるんじゃけど、非番の質がちょっと弱いんで微妙じゃね。特にこれ3段目は非模様が消えとるように見えるね。これもね、二次選別まで保留するために取っとくみたいなパターンの恋ですね。はい、これで昭和の稚魚の20尾の解説は終わりです。この綺麗な紅白は昭和3色から出た紅白です。もしこれが紅白の腹で出たんであれば、当然ながら一次選別は取っておきますが、これ滝川さんのところでは基本的には取らないんですよね。それはなぜですか？昭和バラの紅白だったら、大きくなって、基板の上にシミが出たり、紅白ではなくなってしまうんで、基本的には取らないようにしてます。確かに黒子選別をして赤白のものを最初に弾くわけですから、はい、当然ながら本来これ取れてはいけないものでもあるんですよね。でもなんかちょっともったいないような気もしないでもないんですけど、それでも取らないという理由っていうのをもう少し教えてもらえますか？高い値段で買ってもらって、で大きくなって悪くなってしまったら、お客さんががっかりしてしまうんで、信頼っていうものが失われてしまうんで、基本的には、その信頼を守るためにも、できるだけ、模様が良くても捨てるようにしています。なるほど。真面目じゃのう。さて、今回の昭和3色の一次選別いかがでしたでしょうか？わしなりにね、一応いろいろ考えてね、分かりやすいように工夫して撮るようにはしたんですけど、解説もまあまあだったでしょ。このチャンネルでは錦鯉修行苦節23年目のわし西川が錦鯉生産現場の職人としての切り口で美しい日本文化錦鯉の世界を世界中に発信しています。この動画が面白いためになったと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。はい、今日はこれで終わりです。次の動画でお会いしましょう。それではまた。